今日は今話題の映画エヴァンゲリオンから私の大好きなアスカちゃんのイラストを描いていきます。使うアプリはフレスコ。アナログ的な描き心地が楽しめるイラストアプリです。早速事前に下書きしていた線画レイヤーの不透明度を下げます。続いてピクセルブラシのスケッチの中から鉛筆を選びます。これがですね、こんな感じで筆圧の感知はもちろんのこと、ペンの角度を変えてもこんな感じで書き心地が変わります。そしてペンと消しゴムの切り替えはダブルタップでこんな感じで簡単に切り替えられますので、この辺の機能を利用しながら線画を描いていきましょう。皆さんもうすでに新エヴァンゲリオンは見てきましたか？いやもう私はまだ見れてないので、もうほんと見たくてうずうずしてるんですけど、楽しみだなといったところです。そんなわけで今回イラストを描きながらネタバレを話すなんてことはないので、安心して最後まで見てくださいね。書いてる途中でこれ分かりますかね？ペンの先がだいぶ削れちゃいました。これこうなっちゃうとペンと画面の接地面が変わるので書き心地がだいぶ変わってきちゃいます。そんなわけで新しいペン先に交換します。気を取り直して続きを書いていきます。私は結構戦闘シーン多めのアニメとかあまり得意じゃなくて、そんなわけでエヴァンゲリオンも最初はアニメ版見ていて、こう毎回こう気合を入れてさあ見るぞみたいな感じで臨んでいたわけなんですけど、結構こうキャラクターの心情とかも描いているシーンが多いので、なんかロボットとかこうアクションのアニメだっていう感じもしなくて、それでこう自然とハマっていったアニメでした。そんな中でもアスカちゃんはこうね、感情の変化とかもいろいろ激しくて、強気なんだけどちょっと弱いところもあったりして、そんなところがねこういちいちキュンとしてしまって、私は大好きなキャラクターでした。今日はそんな気持ちを込めながら描いていきます。続いて新しくレイヤーを追加しまして、ハイライトとなる部分にポイントの線を引いていきます。今回のところは塗らないところに対して分かりやすいように線を引いています。これが一番明るい部分、白くなっている部分を分かるように線を引いているという感じです。今回のこの塗り方っていうのが、私がいつも見ているディープブリザードさんっていう魔王様のねイラストチャンネルがあるんですけど、そこで紹介されていたやり方を参考にしながら塗っています。続いていよいよ水彩ペンを選びましょう。水彩ラウンド彩筆を選びます。そして色を選択します。アスカちゃんの髪色ってねこうオレンジなんですけど、明るすぎちゃうと違和感もあるしっていうところで結構悩みながら色を選びました。そしてこの水彩ペン、流量を多くするとこんな感じで濃い色になります。逆に流量っていうのを少なくするとこんな感じで薄い色が描けます。そして水量を多くした状態で塗っていくとこんな感じでじゅわーっと色が広がっていくにじみが見られます。逆に水量を少なくするとこんな感じでかすれ感のある線を引くことができます。
これがですね、流量が絵の具、水量が水と捉えてもらえれば大丈夫です。筆に対してどれぐらい絵の具を含ませるのか、水を含ませるのかっていうのを意識しながら、数値を調整して色を塗っていきましょう。そしてここからが水彩ペンの楽しいところ。違う色を重ねていくとこんな感じで色同士が馴染み合ってじゅわーっとね滲んでいくんですよ。それがまたアナログ感があってとっても綺麗な表現ができます。ちなみに塗った時にさっき塗らないよというポイントをつけたところはみ出しちゃうこともあると思うんですけど、そういうちょっとしたズレっていうのもアナログならではの表現になりますので、あえて完璧にやろうとしなくても大丈夫です。その辺のね曖昧さを楽しむのも水彩画の楽しみかなと個人的には思っています。どんな風に滲むかわからないそのね動きを楽しみながらフレスコを試してみましょう。そうこう言ってる間に髪色が塗れました。続いて今度は肌色を塗っていきます。髪色とにじまないように新しいレイヤーを追加します。その他のパーツも色ごとにレイヤーを分けて塗っていきましょう。水彩画ならではの優しい色合いにするととっても綺麗です。続いてポイントとなる目の色を塗っていきましょう。青い目がねとっても綺麗なんですけど、先に濃い色からこんな感じで塗っていきます。水分量はね今の時点だとちょっと多めのペンですねで塗っています。でこの状態に対して別の色を重ねてもいいんですけど、そうするとあまりにもじゅわんと広がりすぎてしまうので一旦紙を乾かします。はい、程よく色がにじみ合ってとっても綺麗な表現になりました。ここら辺はね是非好みで調整しながらやってみてください。最後に影をつけていきます。新しいレイヤーを追加しまして、描画モードを乗算に切り替えます。そしてスポイトで肌色を抽出して、今の肌色よりもちょっと暗めの色を選びます。この状態で影となる部分を塗っていきましょう。そうするとこんな感じで影をきれいに描くことができます。影となる色はグレーや黒などの無彩色で描くのではなくて、重ねる色の元の色、ちょっと暗くした色で塗っていくときれいに馴染んでいきますよ。仕上げに背景にも影をつけていきましょう。はい、完成しました。こんな感じでね、水彩のにじみ感がなかなかに綺麗なイラストが完成しました。やっぱりね、エヴァンゲリオンアスカちゃんはこうね、ちょっと
機嫌な強気な表情がね私は好きなので、ちょっと今日はねちょっと不機嫌そうな顔を描いてみました。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。以上、ぷくともでした。バイバイ。